YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、今回ですね、こちらバタフライナイフのメンテナンスをするときに使う油ですね。こちらの油について自分がよく使っている油だったりとか、よくある質問について答えていこうかなと思います。油っていうのは結構このバタフライナイフを錆びから守ったりする大事なものですし、こういったピボット部分だったり刺すことによってきしんだりぎこちない動きをしているときに、油を刺すことによってこの内部の汚れが外に出てきて、バタフライナイフの寿命が伸びたりとか、フリップがしやすくなったりとかするものになってますので、このメンテナンスをするときにね、油を刺したりとかってすることは非常に重要な要素になってます。お気に入りのバタフライナイフを少しでも長く綺麗に使いたいと思う方だったら、油について避けては通れないことかなと思いますので、今回自分がよく使っているものとかをね、紹介できたらなというふうに思ってます。それじゃあ油について解説始めていこうと思います。はい、一つ目なんですけれども、自分がよく使っているこちら、紅椿の刃物お手入れ油になっています。こちら昔から自分がよく使っている油になってて、かなりお世話になっている油になってます。主な使い方としては、こういった全体にこの油をまぶすような形で錆びから守るような使い方をしています。具体的にどういう使い方するかっていうと、例えばこういったブレードだったりに油を垂らしてですね、で、垂らした後にこういった100均の筆だったりとかでその油をこういう風に伸ばして薄く全体に伸ばしていきます。で、伸ばしていくことによって全体が油で包まれますので、表面が錆びづらくなるといった使い方をしています。やっぱりバタフライナイフなんですけども、特にこういったトレーナータイプだったりとかですね、こんな風に指に接触したりする技がよく多いので、人の油とかね、汚れっていったものがこのブレードにくっついてます。なので、この使った後、そのままバタフライナイフをポンと保管しておいたりすると、少しの間だったらいいんですけど、長い間放置していくと、そういった汚れだったりとかっていったものから錆びができてしまって、時間が経つにつれてどんどんブレードだったりとかハンドルが錆びていったりしてしまうことがあります。なので、ある程度長い間使わないことが予想されるのであれば、メンテナンスをした時に全体にこう軽く薄く油を塗ってあげることで錆びをかなり止めることができますので、自分の場合はこちらの紅椿の刃物お手入れ油、こちらを昔からよく使ってます。こういう薄い青色のね、色がついたタイプのものを自分使ってるんですけど、これ青色である理由は特にないので、普通に紅椿の刃物お手入れ油いっぱいありますので、だいたい600円とか700円ぐらいでホームセンターでも売ってますし、Amazon の方でも売ってます。一応概要欄の方に URL も貼っておこうと思いますけれども、すごく小さいタイプで大丈夫です。自分の場合、こちらが 210ml のものを使ってるんですけども、何年も使ってまだ5分の1も使ってないぐらいになってます。あんまり使わなくて済むので、100ml ぐらいのちっちゃいものでも十分長持ちするかなと思います。こちらお値段も安いですし、大切なバタフライナイフをこれぐらいのお値段で守れるのであれば、こちらは買っておいて損もないかなというふうに思います。もちろんこちらのピボット部分だったりに刺すことも一応できるっちゃできますので、こちらの刃物用のお手入れ油はね、ぜひ買っておいた方がいいかなというふうに思いますね。はい、2番目がクレ556です。自分も学生時代はよく使っていました。自分は特にこの自転車のチェーンだったりとかギア部分によく刺したりしてお世話になっていました。こちらはね、結構お値段も安くて大容量というところもありますし、結構汎用的なものなので結構1回に1本本当あったりするかなと思います。こちら自分バタフライナイフには全然使ってないんですけども、よくある質問でこのクレ556を代用していいですかとか、クレ556じゃダメですかといった質問がね、よく来ます。一応自分なりに調べてみたんですけど、特にこちらをバタフライナイフに使って問題はなさそうではありますけれども、自分はあんまりおすすめはしないかなと思ってます。理由はすごく単純なんですけども、こちらこういったスプレータイプになってます。こういったノズルをつけることができるんですけれど、こんな感じになります。とは言ってもスプレータイプなので、実際この中でこういう風に噴霧してみると、こんな感じですね。こういう風にやっぱりスプレータイプなので、すごく勢いがあるので、狙った場所以外にバーッと飛び散るような感じになってしまいます。なのでこういったピボット部分だったり刺そうと思って、ピボット部分にも油が刺さるっちゃ刺さるんでしょうけど、それ以外にも他のところにも結構油が飛び散ったりするので、他が汚れてしまうので自分はあんまりおすすめはできないかなとは思ってます。ただ家に油が他にないよとかね、刃物用の油買うのがちょっともったいないなとかっていう風に思ってる方は、こちらのクレ556
556でもいいかなとは思います。油に詳しい方でこのクレ556がね、もしダメだよとか、もし知ってる方いらっしゃったらですね、コメント欄で教えてもらったらと思いますけど、自分が調べてる限りは特には問題なさそうかなと思いました。そして3つ目がこちら KPL ナイフピボットルーブの略で KPL になってます。こちらスクイドインダストリーズさんのホームページだったりとかでも売られているものになってるんですけれども、こちら自分がよくお世話になっている油になってます。すごく質問が多いのがこのキャップが全然回しても開かないですっていったね、コメントだったりとか DM がよく来るんですけども、こちらこのままただ普通に回してもこの通り空回りして開かないです。じゃあこれどうしたらいいのかっていうことなんですけども、これを持った状態から上から下にグッと押さえつけます。グッと押さえつけた状態のまま回すとこのように回るようなものになっていますね。で、閉めるときは普通に閉めるだけでいいんですけれども、これもグッと止まることはないです。ずーっとこのように空回りします。どっちに回してもこんな感じでね、空回りしますので、開けるときはこの状態からグッと押し込んで、上から下にグッと押し込んだままの状態で回すと、こういう風にキャップが外れます。こちらよくある質問になってます。で、こちらの KPL ですけれども、おなじみなんですけども、このような細い先っぽになってるんですけども、こちらをこのようにピボット部分だったりにこういう風に刺すことによって、ピボット部分の油を満たしてくれるといったものになってます。こちらすごく浸透がいいものになってますね。こんな感じで軽く油を置いて放っておくだけでも勝手に中に入っていってくれますので結構便利です。こちらもなかなかこんな感じで自分も結構使ってるんですけど、まだ半分も使ってないような感じでかなりこちらもお買い得なものになってます。お値段は結構高いんですけども、1本買ったらかなり持ちますので、こちら買っておくとかなり便利です。これを刺すだけで本当にピボット部分の動きが全然変わります。かなり滑らかに動いてくれますし、あとこちらの油を刺すことによってこの中に溜まっている金属のカスだったりゴミとかっていったものを外に押し出してくれる働きもありますので、このピボット部分の劣化っていったところが遅くなります。自分の大好きなバタフライトレーナーだったりバタフライナイフの劣化が遅くなる、ゆっくりになるっていうことで長くね楽しめるものとなりますので、こちらの油もすごくお値段のコスパはすごくいいものになってますので、ぜひぜひ買いましょう。気軽に油を刺せるっていったところもね楽ですね。こんな感じでもうちょっと動き悪いなと思ったらピッピッと刺せるので、本当にね10秒ぐらいで油が刺せるのがすごく便利なものになってます。こちらねすごくフリッパー向けのものになってますのでめちゃくちゃおすすめです。そして最後がこちらカーボンハニーになっています。こちらもスクイドインダストリーズの公式サイトの方で購入したりできる油になってるんですけども、こちらもナイフピボットのところに使うものになっています。じゃあピボット部分に使うんだったらさっきの KPL と一緒じゃないのっていう風に思うと思うんですけど、こちらはちょっと用途が違ってですね、実際やってみるとわかるかと思うんですけれども、こんな感じで出すとハニーと蜂蜜って意味になりますけれども、蜂蜜というぐらいすごく粘度が高い油になってるので、こんな感じで逆さにしてても全然ほとんど垂れないようなすごく粘度の高い油になってます。というわけなので、さっきの KPL みたいな感じでちょっと動きが悪いなと思って、この部分にこんな風に垂らしてもですね、見えづらいかと思うんですけども、こんな感じでブレードの上に乗っかってるだけになります。これがこの中に入っていくことはほとんどないので、この状態で使ってもほぼほぼ意味がない油になってます。じゃあこのカーボンハニーどうやって使うのって言うと思うんですけれども、そうです。このピボット部分を一度分解した後に中にこちらの油を入れて、再度こちらのナイフを組み立てるという使い方をする必要性があります。いちいちばらさないといけないんだったらこちらの KPL の方が楽じゃんっていう風に思うと思うんですけれども、 KPL のメリットとしてはサラサラな油であるがゆえに分解しなくても刺すことができるメリットがあります。デメリットとしては逆にサラサラしているがゆえに時間経過でねその KPL が外に流れ出てしまうというところで効果が長続きしないといったねデメリットがあります。それに比べてこちらのカーボンハニーのデメリットとしてはドロドロした油になってますので、分解しないと使えない油といったねデメリットがあるんですけれども、メリットとしては逆にドロドロしているものになってますので、一度分解して取り付けた後ですとこの油潤滑油としての効果が KPL と違って中から外に出ることがほとんどないのでかなり長続きします。なので分解する手間が一度かかってはしまうんですけれども、いちいち油を刺したりする頻度がかなり少なくて済むといったメリットがありますので、
こちら分解だったりをよくする方だったら、こちらのカーボンハニーすごくおすすめになってます。最初は自分も買ってちょっとめんどくさいなと思ったんですけども、効果がかなり長続きするので、一回分解してしまえばですね、かなり持つので、かなり自分これ結構今よく使ってます。すごくね、おすすめな品になってますのでね、ぜひチェックしてみてもらったらなというふうに思いますね。はい。それじゃあですね、今回こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは、